潔く腹を切り、散り際を飾る。関ヶ原の戦いで敗れた石田三成の最後は、そんな一般的な美学とは一線を画すものでした。14日間の逃亡、潜伏、そして捕獲。なぜ彼は戦場で死ななかったのか。なぜ処刑直前まで自分の体を気遣ったのか。今日は今見つめ直す石田三成という男の執念の正体を紐解いていきましょう。慶長5年9月15日。わずか半日で決した天下分け目の戦い。西軍の指揮官であった三成は伊吹山を目指して敗走します。ここで注目すべきは彼が選んだ孤独です。定山奇談によれば、三成は付き従う家臣たちに別れていけと命じました。これは単なる分散ではありません。一人の方が生存確率が上がるという極めて合理的な判断です。当時、三成は持病の腹痛に苦しみ、体力は限界に達していました。それでも彼は泥をすすり、岩を張って進みました。それは大阪城にいる豊臣秀頼を奉じ、再び家康に反旗を翻すという次の一手を計算していたからです。死んで責任を取ることは簡単です。しかし、生きて屈辱に耐え、泥にまみれてでも目的を果たす。現代の組織に生きる私たちにとっても、この目的のための非常なまでの執念は、一つの生き方として胸に迫るものがないでしょうか。戦いに敗れた三成は、伊吹山の東を越えて、春日村に逃れました。その後、春日村から新穂峠を迂回して、姉川に出た三成は、七回り峠から草の谷に入りました。そして、小谷山の谷口から高時川の上流に出て、9月17日、古橋村にたどり着きました。古橋村は、三成の領地であり、一説には、彼の母の故郷とも伝えられる場所です。三成にとって、ここは単なる潜伏先ではなく、信頼の砦だったのです。三成は、旧知の間柄であった、法華寺の住職、前説を頼ります。しかし、村にはすでに、徳川方の厳しい捜索の目が向けられていました。そこで、村人たちが選んだのは、村の北方にそびえる山中にある、お土地の岩窟に、三成を隠すという命がけの選択でした。この岩窟は、山奥にあり、アクセスは容易ではなく、現在でもたどり着くには、地元ガイドや保存会による案内が推奨されている場所です。想像してみてください。冷たい雨が降りしきる秋の夜、湿った岩穴の中で一人、腹痛と戦いながら、三成は何を思ったのか。村人は交代で食事を運び、三成の命をつなぎました。徳川に見つかれば、村ごと皆殺しにされるリスクを承知の上での行動です。これは、三成が領主として行ってきた、公正な政治が領民の心の中に義として根付いていた証拠ではないでしょうか。一方で、三成捕獲に執念を燃やす男がいました。東軍の将、田中義政です。実は義政は、かつて、三成と共に、豊臣政権下で実務を担った仲でした。彼は、三成の思考回路を知り尽くしていました。義政は、古橋村を完全に包囲し、村人への尋問を強めます。三成を差し出せば、村の年貢を永久に免除する。だが隠し立てすれば、全住民を処刑する。この過酷な二択を、村人たちは突きつけられたのです。ここで、歴史の記述は二つに分かれます。一つは、三成が潜伏していた岩窟を、田中軍の兵に発見されたという説。そしてもう一つは、三成自らが姿を現したという説です。村の与次右衛門という男が、拷問に近い取り調べを受けていることを知った三成は、こう告げたと言われています。これ以上、私のために村に迷惑をかけるわけにはいかない。私を捕らえ、お前の手柄にせよ。9月21日、石田三成、捕獲。その姿は、かつての五奉行、筆頭としての威厳を失い、泥にまみれ、見る影もなく痩せ衰えていました。しかし、その眼光だけは、村人への感謝と、家康への不敵な闘志を宿し、異様なほど、鋭く光っていたと伝えられています。田中義政の本陣へ連行された、三成を待っていたのは、かつての友としての、礼節でした。義政は、縄を打たれた三成を地面に座らせることを拒み、上座に座らせました。まさかこのような形でお会いすることになるとは。沈痛な面持ちで語りかける義政に対し、三成は静かに、しかし毅然と答えました。天運が尽きた。それだけのことだ。この時三成は、秀吉から下賜された石田定宗を自身の形見として義政に送っています。その後、三成が義政に求めたのは、自害の許可ではなく、腹痛の薬でした。極限状態にあっても、なお、
彼は己の肉体を維持しようとした。なぜか。それは家康との直接対決、つまり言葉による論戦という次なる戦場がまだ残されていると信じていたからです。捕獲され、大津城で晒された三成の前に、勝利した東軍側の各武将が代わるがわる通りかかります。しかし、三成は決してうつむきませんでした。裏切り者の小早川秀明を激しく叱り飛ばし、嘲笑する福島正則には、天運を知らぬ者にはわかるまいと一蹴する。一方で、礼を尽くす黒田長政には感謝を述べる。彼の態度は一貫していました。勝敗は一時の結果であって、聖者の証明ではない。この強い自負こそが彼を支える背骨だったのです。三成は共に捕獲された安国自衛系小西行長と共に大津、そして大阪、堺と手中を引き回されます。家康はかつての権力者が没落した姿を晒すことで新時代の幕開けを演出しようとしました。京都六条河原での処刑直前、最も有名なエピソードが残されています。喉の渇きを訴えた三成は近くにいた兵に白湯はないかと尋ねます。兵は白湯はないが干し柿ならあると言って干し柿を差し出しました。すると三成は言いました。柿は痰の毒だからいらぬ。周囲は失笑します。これから死ぬ人間が健康を気にしてどうすると。しかし三成の返しはこうでした。大志を抱く者は最後の瞬間まで命を惜しむものだ。生きてさえいれば奇跡が起きるかもしれない。そのために万全を期すのが武士である。これは滑稽なこだわりでしょうか。それとも究極のプロフェッショナリズムでしょうか。このあまりにも有名な干し柿の逸話は江戸中期の定山奇談に収録されています。最後まで自分の役割を諦めない。この諦めの悪さこそが徳川家康が最も恐れた石田三成という男の本質だったのかもしれません。慶長5年10月1日、石田三成は斬首されます。享年41。彼の首は晒されましたが、その志は消えることはありませんでした。家康は三成の首に対し、密かに一礼したとも伝えられています。最強の敵がいたからこそ、江戸の太平は成し遂げられた。勝者が歴史を作る世にあって、なお語り継がれる敗者の物語。皆さんは、この三成の諦めない最後をどう受け止めるでしょうか。もし、この動画があなたの知的好奇心を刺激したなら、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは、また次回の歴史の深淵でお会いしましょう。